どうも作曲家のトイドラです。前回僕の動画でね、図形譜っていう、こんなの楽譜じゃないだろっていうような見た目のめちゃめちゃヘンテコな楽譜を紹介しました。で、今回はね、変な音楽シリーズっていうことで、フルクサス音楽っていうさらにやばいやつ紹介していこうと思います。一個有名な曲っていうのがね、実はあるんですけど、皆さんこの曲知ってますかね？小杉武久作曲の革命のための音楽。どういう曲かっていうと、今から5年後に片目をくり抜けと。で、さらに5年後にもう片方の目もくり抜け。と、だけ書かれた楽譜です。嫌すぎんだろって話なんですけど、この曲をね、演奏すると、なんと両目を失明してしまうんですね。しかも10年間もかけて。そもそもね、この曲の楽譜、これ実は楽譜なんですけども、これを見た時にね、99.9% の人はこう思うでしょう。これは音楽じゃないだろうと。だって、楽譜って言いつつ、文字しか書いてないですし、メロディーも伴奏も何もないですね。中にはね、この曲について、目をえぐり出す時の苦しみの叫び声がね、うわー痛いよーみたいな、そういう叫び声が音楽なのだみたいな風に言ってる人もいるんですけど、別にそれもだいぶ本当かっていう感じですよね。もしかしたら無言で目くり抜くかもしれないし。で、まずはね、こんなもうわけのわからない中二病みたいな音楽がなんで生まれたのかっていうことを簡単に見ていきましょう。前回も紹介しましたけども、ジョン・ケージっていうやべえ作曲家がいたわけですね。4分33秒っていう楽譜に何にも書かれてない、何にも演奏しないっていうふざけてるのかと思うような曲。これを作ったのがアメリカ人のジョン・ケージでした。で、この人はね、ネタ作曲家みたいな感じで扱われてるけど、実はしっかりと真面目に考えて4分33秒って曲を作ったわけですよね。で、このジョン・ケージっていうやべえ作曲家が現れたことによって、もう世界中がね、やばいぞということになって、どんどんその方向性が過激になっていったわけです。で、目ん玉くり抜けよっていう話になっていたと。音楽の定義がね、どんどんぶち壊されていったわけです。はい。で、こういうよくわかんないやばすぎる音楽の流れのことをフルクサスっていう風に呼ぶんですよね。このフルクサスっていうのが何をしたかったのかっていうと、こういうわけなんですよね。既存の芸術に対するアンチ。もうね、別に偉そうなもんじゃないよと。アートっていうのは、美術館とかにピシッと飾られてるような近づきがたいもんじゃなくて、もっと日常にあっていいものなんじゃないのと。そういう動きなんですよね。そうやって聞くとすごい、素晴らしいなって感じしませんか？で、その結果として生まれたのがこういうものですね。人が立っていて、椅子が置いてあって、水がグラスに置いてあると。すごい日常的な、風景ですよね。で、これが芸術だろうっていう風に言い張る。だから何っていうね、これ本当に芸術なのかっていうすごいシュールな光景ではあるんですけど、このシュールさっていうのを、ある意味ね、日常の光景なんだけどアートでしょって言い張るっていうのがフルクサスなわけです。で、こういう話をするとね、いや、目ん玉くり抜くのどこが日常行為なんだよっていう風に皆さん突っ込むでしょう。それは全くその通りで、実はね、このフルクサスっていう運動は、似た別の運動とちょっと融合してるんですよね。それはどういう運動かっていうと、ダダイスムっていう別の運動なんですよね。このダダイスムっていうのも、結局ね、今ある芸術に対するアンチっていうのをやろうとしたっていう部分ではフルクサスと全く同じなんですけども、その方法っていうのが違うんですよね。フルクサスはアートっていうのをもうみんながね、手に入るような気軽なものまで広げちゃおうっていう風に言ってたのに対して、ダダイスムっていうのはもっとやべえ奴らだったんですね。芸術っていうのをもうぶち壊してもう破壊してやろうと。芸術を粉をみじんにしてやろうというのがダダイスムの考え方だったんですよね。とにかくもう偉そうにしてる奴は殴ると。で、美術館には火をつけてぶち壊すと。そういう考え方です。言ってみればね、音楽の黒歴史だと思ってください。さすがに、今回の動画で紹介するような作品を見てね、こんなの音楽じゃないよって言っても、怒る人はいないと思います。でね、なんでそもそもこんなね、既存の芸術に対するアンチみたいな物騒な運動が生まれてしまったのかっていうと、実はちょっとここにはね、悲しい歴史があります。ダダイスムっていう運動が生まれたきっかけは実は戦争だったんですね。第一次世界大戦の時に、もう世界中の人たちがね、今まで信じていた夢とか、希望とか、家族とか、いろんなものがもう台無しにぶち壊れたわけです。で、戦争を起こした奴らっていうのは権力を持ってる国ですよね。今権力を持ってる奴らのせいで、俺たちのふるさとが火の海に。だからもう全部ぶち壊せっていう、そういう運動なんですね。言ってみれば、戦争なんか起きてる時に、芸術がどうのとかそういうことを言ってる余裕っていうのはないわけです。だから全部ぶち壊してやろうと。で、フルクサスっていうのは、第一次世界大戦よりは全然後の運動なんですけども、結局ね、偉そうにしてる芸術っていう奴らを問いかけ直してやろうっていう意味では、同じような考え方を持った運動になってます。
はい。で、早速ね、こんなフルクサスの音楽っていうのをここから紹介していこうと思うんですけど、その前にね、2つだけ前置きをしておきます。まず、よくこういうことを言う人いるんですよね。こういうわけわかんない曲作ってる人ってのは別に作曲なんかできないんじゃないのと。音楽作れないからこういうわけわかんないことをして作曲がぶったんじゃないのっていう人がよくいるんですけど、そういうわけではないんですよね。実は今から紹介する人たちの大半っていうのは、ちゃんと曲を作っていて、いわゆる普通の音楽の作品でも、名前をそれなりに残してる人っていうのが多いです。不思議なことに。そしてもう一個ね、フルクサス、これどう考えても音楽じゃないだろっていうツッコミがありますけども、実はフルクサスの特徴として、音楽以外のいろんな芸術と交わって融合していくっていうことがあります。だから言ってみれば本当に音楽じゃないんですよね。これは音楽でもあるし、絵画でもあるし、同時にポエムでもあるみたいな、そういうわけのわからない世界観っていうのを、ここから紹介していくことになります。はい。というわけで早速紹介していきましょう。まずはね、やっぱりこの人ですね。ジョン・ケージ。4分33秒で有名なジョン・ケージなんですけども、他にもやばい曲いっぱい書いてるんですね。例えば、こういう曲。5つの独立区のための49のワルツっていうね、タイトルからして変な曲です。49のワルツ。ワルツが49曲もある。これむちゃくちゃボリューム感のある曲だなって思うかもしれませんが、試しにね、第1曲の楽譜見てみましょう。楽譜にはこのように書かれてるんですね。ワシントンとサンセット通りの間のマクドナルド通り、リッチモンドとかいう風に地名が3つ書かれていて、それで終わりなんですよね。これのどこがワルツなんでしょうか？皆さんわかりますかね？別に楽譜には何も書かれてないんですけども、多分僕の解釈っていうのはこうです。まずね、例えばあなたがこのワシントンとサンセット通りの間のマクドナルド通りに住んでたとしましょう。ここです。ここに住んでて、ちょっと出勤しようと思って会社まで行きましたと。で、クイーンズのダグラストンのセンター通りにまで行きます。で、その後ちょっと夜にね、仕事が終わって食事をしようと思って、クイーンズのサウスオゾンパークの114番地に行きますよね。で、食事が終わって、美味しかったって言って、お家に帰ってきましたと。これが、実はね、ワルツだって多分ジョン・ケージは言ってるわけです。どういうことかっていうと、ズンチャッチャです。ワルツといえばズンチャッチャ、ズンチャッチャのリズムですけど、人が移動したらワルツだよねっていうことですかね。何を言ってるんだって思う人がいるかもしれませんけど、僕も何を言ってるのかよくわかりません。で、こういう楽しいワルツが49曲も書かれてるっていうのがこの曲なんですよね。はい。このペースでどんどん紹介していきます。で、ジョン・ケージはね、こういう曲も書いてるんですよね。これ楽譜なんですけども、見てわかること、とりあえず文字が書かれてますよね。で、この曲の演奏方法っていうのは、この文字を読むっていう、言ってみれば詩の朗読みたいな感じになってるわけですけども、これどういう曲なのかっていうと、実はね、マース・カニングハムという人に向けて書かれた曲になっています。で、よくよく見てみると、この文字、縦に読むと、マース・カニングハムっていう風に書かれてるわけです。人の名前が実は隠されている。そういう、言ってみればポエムになってるんですよね。で、このマース・カニングハムっていうのはジョン・ケージの恋人だったようで、言ってみれば恋人のラブソングみたいな感じなのかもしれません。これ楽譜かってすごい変な気持ちにはなるんですけど、見た目はね、すごい素敵だし、恋人の名前を隠したポエムって結構おしゃれだったりしますよね。ちなみにこのポエム読んでみても全然意味のない英文になってるそうです。非常にナンセンスですね。はい、そして次、ジョージ・ブレクトっていう作曲家。この人はね、フルクサスの中ではとても有名な人なんですよね。有名だからといって別に多分知ってる人はあんまりいないんですけども。で、これまた有名な曲として水滴の音楽っていうのがあります。これがその楽譜ですね。さっきからね、楽譜って言いながら全然文字しか書いてないじゃんって思うかもしれませんけど、こういう楽譜のことを実はテキストスコアとかイベントスコアっていう風に言います。ちゃんと楽譜だっていうね、そういう認識に一応なってるわけです。不思議なことに。で、この曲にはどういう内容が書かれてるのかっていうと、容器に水が落ちるように水滴の源と空っぽの容器っていうのが置かれる。以上です。そんだけ。で、ちなみに後に書き直された第2バージョンっていうのもあって、第2バージョンにはこのように書かれてるんですね。dripping。日本語にすると、滴る。こんだけなんです。どういう風に解釈するのかは、なかなか難しいところがありますよね。ドリッピングってだけ書かれた楽譜を見て何やったらいいのかよくわかんないんですけど、よくわかんないのも含めてこの曲だと。で、ちなみに演奏の様子はこれです。多分ね、皆さんが頭の中で思い描いた様子そのものなんじゃないでしょうか。これなんかすごく古臭すらしいですよね。水がポチョンと落ちて終わりと。すごく日常的な光景なんですけども、それってアートなんじゃないのっていう風に言ってるわけです。しかもね、この第2バージョンなんかね、ドリッピングとしか書かれてないわけですけど、これすっごい深読みすると、もしかしたらね、地球そのものがもしかしたらこの水滴の音楽なんじゃないかみたいなことも言えるわけです。要するに地球っていうのは海があって、で常にどっかで雨が降ってるわけですけど、そういうね、
大自然みたいなものも含めて、実はもうアートなんじゃないのみたいな。そういうことを言ってる可能性もあります。可能性に過ぎないんですけどね。解釈はもう完全に人に委ねられてます。で、このジョージ・ブレクトって人はね、いろんなフルクタスの曲書いてます。例えば、これですね。管楽器独奏。演奏内容は下に置くと書かれてるだけです。そして、弦楽四重奏ですね。もうクラシック音楽とかではよく見る編成の曲ですけども、内容、握手と書かれてるだけです。そして、これですね。バイオリン、ビオラチェロ、あるいはコントラバスのための独奏曲。ここに書かれてる内容は、磨くと。楽器を磨くってことなんですかね。よくわかんないと思うんですけど、これって全部すごく日常的な行為になってますよね。楽器を演奏するときに、楽器をもちろん下に置きますし、演奏が終わったら握手するし、楽器をちょこちょこ磨いてピカピカにしたりとかもするかもしれません。曲の内容だけじゃなくて、曲の外側で行われていることももう曲にしちゃえと。それも音楽なんじゃないのみたいなことを言ってるのかもしれません。いや、その通りだって思う人もいれば、いや、全然それは違うだろうって思う人も多分いると思うんですけども。はい、そして次ですね。ベンジャミン・パターソンっていう作曲家。この人もフルクサスの中では有名な人です。ペーパーピースっていう曲を作ってるんですけど、これね、ちょっと意外と音楽っぽい曲になってますね。どういう内容かっていうと、5人の編成です。で、1人につき紙15枚を使って、その紙に対してね、振ったりとか、破ったり、擦ったりみたいな感じのことをして演奏すると。で、その紙15枚が全部なくなったら演奏終了っていう感じです。演奏の動画とか YouTube にはありますけど、皆さんが想像してる通りですね。パシャパシャカサカサみたいな音が鳴って、曲が終わっていくと。ちょっと音楽っぽいかもしれないですね。これで音楽っぽいって思うこと自体がもうなんか頭をね、支配されてる感じがするんですけども、イカれた音楽に。で、次ですね。ラモンテ・ヤングっていう作曲家もいます。この人はコンポジション1960っていう名前でシリーズもののフルクタスの曲を書いてるんですよね。これが非常にシュールで面白いんですけども、例えばナンバー2。これね、楽譜見てみるとこんな感じです。観客の前で火を起こす。で、観客が火を見たら楽しめるように、火と観客の間には座っちゃダメだと。で、演奏が放送される場合は、マイクを火の近くに持っていけと。確かにね、一応火燃える時って音しますけど、なんか、シュワシュワパチパチみたいな音ね。それを取れっていうことなんですかね。で、他にもね、例えばナンバー5。会場に蝶を放てと。なんか、とても美しそうな光景ですよね。演奏会場にカラフルな蝶が放たれると。すごい美しそうではあるんですけど、いや、それ音楽なのかいっていう。一応ね、蝶がパタパタ羽ばたく音がするだろうっていうことも言えるのかもしれませんけども。そしてナンバー6にはこんなことが書かれています。演奏者は舞台上に座って観客を見て聞くこと。要するに演奏者と観客っていうものの立場を逆にしちゃうんですよね。観客ってのは当然ね、ステージを見て演奏者の演奏を聞こうと思ってワクワクしてるわけですけど、この曲は逆ですよね。演奏者がワクワクしながら観客の方を聞くと。で、舞台付近にこんな感じのポスターを掲示しても良い。舞台にコンサートのポスターを掲示しちゃう。で、そして、観客席から舞台に上がる階段のところでチケットを売っても良いと。観客側がね、舞台に上がるためにコンサートのチケットを売るわけです。もうめちゃくちゃですね。そして、ナンバー7はこんな感じ。なんと楽譜が書かれてますよね。これは嬉しい。で、一つだけ指示が書かれています。長く伸ばせと。この二つの音をポーンと弾いて、長く伸ばす。試しに演奏してみましょうか。はい、これで演奏完了です。別にいつまで伸ばすかっていう具体的な指示はないんで、今僕はもう長く伸ばしたつもりです。で、次ね、ナンバー10。こんな風に書かれてます。一本の直線を引き、それをたどれと。これもまたすごい抽象的な、どう解釈していいのかっていうのは非常に難しそうですよね。で、ナンバー13。これ面白いんですよね。なんと、好きな曲を用意し、できるだけうまく演奏すること、という風に書かれてます。もしね、あなたが最近流行りのかっこいいバンドの曲をね、演奏したとしましょう。すると、その瞬間ね、あなたはコンポジション1960のナンバー13を演奏したことになってしまいます。好きな曲を用意して、できるだけうまく演奏したからですね。これどういうことかっていうと、どんな曲をこの世でどんな人が演奏していたとしても、この曲からはもう逃げられなくなっちゃってるっていうことなんですね。そんな無茶苦茶なことがあってたまるかという気もします。ここまで話聞いて分かったと思うんですけど、もう解釈の仕方次第で曲の可能性というか、なんか意味合いとかがすごい広がっていきますよね。なんかもう音楽っていうか哲学的な領域に入っちゃってます。さて、まだまだあります。次ね、フィリップ・コーナーの有名な曲、ピアノ・アクティビティーズという曲があります。これどういう曲かっていうと、なんとね、ピアノをバラバラに破壊してしまったっていう、そういう曲になってるんですね。これ実際の演奏の様子です。
もうなんか見るも無残な、ピアニストの人からしたら心が痛むような光景が広がってますけど、これ非常に悪名高き作品になってます。ただ実はね、このフィリップ・コーナー自身はピアノを壊せとは一言も楽譜には書いてなかったそうなんですよね。楽譜に実際に書かれてた内容ってのはこういうものですね。みんなでピアノをね、役割を分けながらいろいろといじくると。叩いたり擦ったり、物を挟んだり。で、最終的には完全に自由になってしまうっていう、そういう曲だったそうなんですけど、それをね、演奏する人たちがちょっと極端めに解釈した結果、ピアノをぶち壊してしまったと。で、フィリップ・コーナー自身も驚いたそうです。さっきも言った通りですけど、解釈の仕方が人によってすごく広くなってしまうので、こういうめちゃくちゃな解釈っていうのも許されるっていうのが古臭音楽の特徴かもしれませんね。もう聞けば聞くほど全然音楽じゃないだろうって気がしてくるんですけども、めげずに次に行ってみましょう。ジョージ・マチューナスという作曲家が言います。で、この人が12のピアノ曲っていうタイトルでね、こういう曲を書いてるわけです。まず、作品ナンバー1、運搬車にピアノを舞台に運ばせると。そして2番でピアノを調律する。これもなんか、ピアノコンサートをやるときはね、当然のように行われる曲の外側の出来事ですけども、これをね、ピアノ曲として書いちゃう。で、ナンバー3では、オレンジ色の絵の具でピアノに模様をかけと。楽しそうって感じですね。これ、実際にコンサートで演奏したら、絵面としてはなかなか映えるんじゃないでしょうか。そしてナンバー5、ピアノの中に犬もしくは猫を置き、ショパンを弾けと。ちょっとワンちゃん、猫ちゃんかわいそうな気もしますけど、芸術のためならしょうがないということなんでしょうか。で、ナンバー7、ピアノの上にもう一台ピアノを置け、小さくてもカーッと書かれてます。鏡餅みたいな感じですね。で、ナンバー9、観客に見えるようにピアノの絵を描けと。そして、ナンバー10、ピアノ作品ナンバー10と書いて観客に見せろと。もうシュール極まりないですけども。で、最終的には、ナンバー11でピアノが磨かれて、ナンバー12でピアノがステージから退場していくんですよね。もう、ほとんど大喜利なんじゃないのって突っ込みたくなるような内容の曲になってます。そして次、トーマス・シュミットのツイクルスという曲があります。この曲はいっぱいバケツを並べて、そのバケツの中の一つにだけは水が入ってる。で、そのバケツの中の水を隣のバケツに向けて移し替え続けるんですね。で、くる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 回転しながらバケツの中の水を移し続けて、で、水が全部蒸発するもしくは全部こぼれ落ちたら曲が終了するっていう、そういう曲になってます。これまたすっごいシュールですね。演奏の様子っていうのがここに写真に載ってるんですけども、これ、水がね、全部こぼれるのはわかるんですけど、全部蒸発するっていうのは、一体いつまで待ったら起こるんでしょうね。すごい演奏に長くかかる曲だというふうに言えるでしょう。次の曲行ってみましょうか。アリソン・ノウルズっていう人。この人はアメリカ人の女の人なんですよね。なんかいかにも優しいおばちゃんって感じですけど、さっきまでの曲と違ってね、結構心がほっこりする作品をこの人は作ってます。プロポジションナンバー2。サラダを作ることとだけ書かれた曲。で、演奏の様子がこちら。サラダを作ってます。なんて平和なんでしょうか。女の人がね、家庭で行う家事ですよね。これだって後だろうと。で、ちなみにこの曲にはバージョンがもう一個あって、変奏1、スープを作ること。こういうバージョンもあるんですね。サラダ作ってスープ作ると。いや、なんて平和なことなんでしょうか。で、女性つながりでね、次、塩見美恵子っていう作曲家紹介します。この人は日本人の方なんですね。で、やっぱりちょっと女性らしい感性という風に言いますか。結構美しい曲を書いてます。二人の演奏者のための音楽。1、向かい合って立ち、相手の人の目を見つめること。なんかちょっとドキッとするような詩的な文章ですよね。そして、二人の演奏者のための音楽2、密室の中で無言で2時間を過ごすこと。話す以外なら何をしても良い。これもちょっと人と人のコミュニケーションについて考えさせられるような曲になってますけども。まさに日常で行っていることですよね。別に恋人と一緒に同棲してる人とかだったらこんなこと普段からやってることでしょうし。で、他にも、ウィンドミュージック。風を起こすこと。風に吹かれること。海岸の風、街の風。車のそばを通り過ぎる風とこういう風に書かれてる楽譜もあるわけですけど、これなんかもう完全に詩ですよね。ポエム。楽譜というよりはポエムだっていう風に言われた方がしっくりくる。そして、バウンダリーミュージックという曲もありますが、それが音として生まれるか生まれないかの境界の状態にまで自分の演奏する音をかすかな音にすることと。スーッと小さい音を鳴らして、でそれが無音なのか音が鳴ってるのか分かんない状態にするっていうのがバウンダリーミュージック。なんとおしゃれな発想なんでしょうか。はい、そして次の作曲家ね。この人も日本人の女性ですけども、名前とても有名なので知ってる人が多いんじゃないでしょうか。小野陽子ですね。ビートルズのジョン・レノンと結婚した人で有名な人ですけども、平和を訴える運動をしてた人たちとも有名です。で、実は古草津にすごく深く関わってる人で、こんな感じの曲を書いてます。まず、シークレット・ピース。鳴らしたい音を一つだけ決めて、夏の午前8時までの森の音を伴奏として演奏すること。これまた非常に詩的な文章ですよね。頭の中で想像するとすごい美しい情景が浮かんできますけども。
そしてこんな曲もあります。Voice Piece for Soprano。叫べ。風に向かって、壁に向かって、空に向かって。これはなんか痛ましいですよね。小野洋子がね、平和を求めて活動してた人っていうことがすごくバックグラウンドにある気がしますけども、もうどうしようもなく争い続ける世の中に向かって叫ぶってことなんでしょうか。はい、そしてこんな曲もあります。Wall Piece for Orchestra。なんとオーケストラの作品なんですね。で、なんて書いてあるかっていうと、壁に頭突きしろとだけ書かれています。オーケストラの人全員が演奏会場の壁に頭突きをするわけですね。で、会場が破壊されると。別に破壊しろとは書いてないんですけど、これもなんかね、すごく痛ましいですよね。もう暴力的でどうしようもないやるせなさみたいなものが現れてる気もします。で、次、ナムジュンパイクという人もね、この人有名な人なんですけども、名前からわかる通り、韓国人の人ですね。パクナムジュンっていうのが本名です。有名な曲として、One for Violin Solo という曲があります。写真の通り、バイオリンを振りかぶって、バーンとテーブルに叩きつけて破壊です。もういかにも暴力ですね。暴力的すぎます。さっきもピアノが破壊される曲があったような気もしますけども、なんか破壊しなきゃやってらんないんでしょうね、多分。そして、ナムジュンパイクはね、こんな曲もやってます。Zen Forehead。で、名前の通りなのかわかんないですけど、頭を使って書道するんですよね。インクやトマトジュースを頭につけて、まっすぐ一本の線を引くと。で、これをね、禅、フォーヘッド、頭のための禅って言ってるわけですけど、これ本当に禅なんでしょうか？仏教の世界でこんなことが唱えられてるとはちょっと僕は思えないんですけど、実はこの曲ね、ナムジュンパイクが作曲した曲というわけではなくて、さっき紹介したラモンテ・ヤングのコンポジション1960ナンバー10をナムジュンパイクなりに解釈して演奏したものについてこういう名前がついてるわけです。どういう曲だったかっていうと、一本の直線を弾いてそれを辿れっていう曲ですね。で、インクやトマトジュースでまっすぐ書道と。どういう解釈が加わった結果こうなったのかはちょっともう謎という風に言うしかないんですけど、かなりイカれたパフォーマンスだと言えるでしょう。はい、そして次ね、もうこんな感じのシュールなフルクサスの、言ってみれば慣れの果てとでも言いましょうか。デック・ヒギンズという人のデンジャーミュージックという曲があります。タイトルからしてデンジャーですね。この曲、なんとめちゃめちゃ長いシリーズになってるんですよね。43番ぐらいまであると。危ねえ音楽が43曲もあったらたまったもんじゃないんですけど、一部紹介します。第9番、背骨の摘出を志願しろと。なんでこう体を傷つけようとさせてくるんでしょうね。そして第11番、ローマカトリックについて何度も考え方を変えろと。神様私は信じます。やっぱ信じない。やっぱ信じます。やっぱ信じないと。確かに危なそうですね。なんか自分の心がぶち壊れそうな危なさがあります。そして第12番、交響曲を1000曲かけ。ベートーベンは交響曲を9曲書いて死んじゃったわけですけど、その理屈でいくとね、111回ぐらい死ねるっていうことになりますね。そして第17番、叫べ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 と書かれています。英語の文章で書かれているので、実際にはスクリームスクリームスクリームって書かれてるんですけど、なんかヘビーメタルみたいですよね。なんでこう叫びたがるんでしょう、みんな。そして第29番、目的なく就職しろ。これはちょっとスパイシーなね、文章ですよね。皆さん大丈夫ですか？デンジャーミュージック第29番を演奏しちゃってる人いませんか？ちゃんと就職したかったらね、なんか自分の夢のためとかね、家族を養うためとかそういう目的がやっぱなきゃいけないですからね。そして第31番、自分の決断に従うなと。これもなかなか難しいですよね。この曲を演奏するためには一体どうしたらいいんでしょうか？デンジャーミュージック第31番を演奏するぞと思ったら、デンジャーミュージック第31番を演奏するっていう決断に従っちゃいけないことになるので、この曲を演奏することはもしかしたら不可能かもしれません。とにかくこういう危ない指示がね、もう山のように書かれたのが、このデンジャーミュージックっていう曲になってるわけです。大丈夫ですかね？こんな勢いでよくわかんない曲っていうのがいっぱいあるわけです。で、さっきも言ったように、こういう運動が生まれた背景にはね、やっぱり戦争による絶望感っていうのがあったわけなんですけど、極端な運動ですからね。で、さすがに今後の未来においてこういう極端な音楽が流行ることっていうのはないんじゃないかなと思うんですけど、実はね、最近になってもまだフルクサス音楽っていうのをやってる人たちはいます。最後にね、ちょっとごく最近の例、現在進行形のフルクサスの曲っていうのを紹介して終わっていこうかなというふうに思います。はい。というわけでね、山根明子作曲の作品っていうのを紹介していきます。これはね、全部ここ数年のうちに書かれた新しい作品なんですけども、状態っていう風に名付けられたシリーズものがあるんですね。例えば、状態第1番、パチンコの実機をプレイすることと。これ演奏の様子が写真で写ってるんですけども、シュールですよね。これ、完全に日常の一コマなんですけども、確かに音がガチャガチャとうるさくなってるっていう意味では音楽的なのかなと。そして、第2番は任意の規制の楽曲を騒音とともに演奏すること。
で、第3番、任意の規制の楽曲を複数同時に演奏すること。なんか傾向が見えてきますよね。ガチャガチャいろんな音が鳴っててうるさいっていう状態を作り出そうとしている。で、第7番、任意の BGM を再生しながら任意の規制の楽曲を演奏すること。そして第8番、複数の異なるゲームを同一空間でプレイすることと。なんか今までのフルクサスの曲に比べて何をしたいのかが結構はっきりしてる感じしますよね。いろんな音が同時にぐちゃぐちゃになってて、混沌とした状態っていうのを作り出そうとしてるっていう雰囲気ありますね。そして一番新しい作品、状態第10番はなんとね、空間をピンクにすることという風に書かれてます。これ実際に演奏された時の映像ですね。はピンクって感じで、可愛らしいって映る人もいれば、毒々しいなって映る人もいるかもしれませんけど、今更ですけど完全にこれは音は鳴ってないですね。音は鳴ってないんだけど、作曲者の内側にあるものをそのまんま空間に投影している、そういう作品だと言えるんじゃないでしょうか。で、この方の作品っていうのは他にもあってね、キルピースなんていうのもあります。音楽作品を一つ選び、それを殺せと書かれてますね。これどうしたら音楽作品を殺したということになるんでしょうか。とても解釈の幅があって考えさせられる作品だと思います。こんな感じでね、実はフルクサスっていうのは最近の時代にもまだ作られてはいる音楽なんですよね。でね、今回この動画を作るにあたって僕もね、フルクサスについていっぱい調べたんですけど、その過程で実は僕もね、一曲フルクサスの作品作りました。というわけで最後に、打足ではあるんですが、僕が作曲した新しい曲っていうのを紹介して、今回の動画終わりにさせていただきます。はい、というわけで、富田春樹作曲、もちょミュージック。あなたが好意を抱く人の体のどこかもちもちした部位に触れながら、もちょと口にすること。それを任意の回数繰り返せと。これが今回僕が作った新曲です。はい。どうでしょう？皆さんはこの曲の楽譜を見てね、どう思ったでしょうか？僕はこの曲を作ってすごくあったかい気持ちになったんですけど、それが皆さんに伝わってるかどうかはわかりません。こんな感じでね、フルクサスって、実は結構簡単に作曲することができるので、皆さんも作ってみたらいいんじゃないでしょうか。そしてね、もう一個重要な部分、個人的に重要だと思ってる部分として、フルクサスって、実のところ別に演奏しなくても作品として成立してるんじゃないかなって個人的には思ってます。このテキストっていうのがこのように存在しているっていうこと自体でも作品としての価値っていうのはあるんじゃないかなと。例えばね、一番最初に紹介したこの目玉をくり抜けっていう一番有名な曲、これ未だかつて演奏されたことがありません。で、演奏されたことないってことは、この曲価値なくねって思うかもしれないんですけども、ここはね、フルクサスっていう音楽の特徴ですよね。そもそもこのテキストっていうのが、ある意味ね、ポエムみたいな感じで、もう読むことによって意味を発揮してるわけです。既存の音楽に対するアンチっていうのはもうこの文章だけからでもね、十分溢れ出してきてますから。はい、というわけでね、作って楽しい、演奏して楽しいフルクサスっていう風に言うと、突然身近な雰囲気になってきますけども、そんなフルクサスいっぱい紹介してきました。今回の動画はこの辺までで終わりにさせていただこうと思います。面白いと思っていただけたらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。コメントで質問などされる方はね、少しでもいいので投げ銭いただけるととても嬉しく思います。それでは、ありがとうございました。